都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いやお店もリニューアルして、たまにはね喫茶店らしく新メニューでも考えようと思ってるんですけども、なんかあるアイデアありますよ。お格ゲーマーってやっぱり読み合い大事じゃないですか。そうね。ロシアンルーレットたこ焼きみたいなどうですか？ロシアンルーレットは読み合いじゃなくて運ゲーじゃね？え？読み合いやれ。読み合い読み合い。まあちょっと喫茶店としては面白いかもしれないね。まあ、俺はプロテインバーでも置けばいいんじゃないかなと思ってるんだけどね。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。わあ、KOF でご活躍されているお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今週は KOF シリーズ屈指の人気作ザ・キングオブファイターズ2002がフルチューンアップされたザ・キングオブファイターズ2002アンリミテッドマッチを特集。1人目のお客様は初めてのご来店となるキャップ選手。映像映えする美しいコンボで見る者を魅了し、闘撃2004 KOF2003 部門でベスト4に進出するなど数々の大会で活躍するトッププレイヤーです。2人目のお客様は SNK 作品をメインにプレイするスコア選手。 KOF シリーズではエボジャパン2019で3位入賞など国内外で活躍するマルチ格闘ゲーマーです。まずはでも KOF シリーズとの出会いから聞いていきたいです。キングオブファイターズと出会ったの最初はいつになりますか？最初から初代の94から、おお、94。はい、あれはもう衝撃なタイトルでしたね、当時は。そうですね、画廊伝説と龍子の剣のキャラが一緒になって出てくるっていう、SNK のゲームをやってる中では特に衝撃が大きかったですね。いやすごいですよマジで。ドリームマッチみたいな。もう本当に夢の戦い。その SNK っていう会社が作った格闘ゲームのキャラが全部同じものに出ちゃうっていう。しかも言ったら昔のその SNK が作ったっていうゲームのキャラがいっぱい出るっていうゲームだったんですよ。それをきっかけに触ったっていう感じですか？そうですね。そうなんですね。94から。はい、僕は98とちょっとだけ遅いんですけど、ありがちな学校の帰りに、はい帰り道に KF 面白そうだなっていう感じでゲームセンター寄ったところから始まって、ヤシロっていうキャラがいるんですけど、ヤシロわかる？ヤシロ喧嘩が強くて男前なんだよ。喧嘩が強い上にね、上に男前。素敵なキャラクター。その七ヶ瀬ヤシロっていうキャラがいて、そのキャラがもうかっこよすぎて、もうそのキャラに惚れて格闘ゲームを始めたと言っても過言ではない。キャラ愛なんですね、じゃあそこは。そうですね、もうキャラ愛でゲーム始めて KOF そこからもがっつり。いやもうザ・キングオブファイターズ2002アンリミテッドマッチっていうのは一体どういうゲームなんでしょうか？無印の頃からやってて、それの続編みたいな感じで、無印好きだったんですよね。その続きということで楽しみにしてて最初からプレイしてました。もともとはそのアーケードで2002が出て、その後にリメイクというかそのバージョンアップ版みたいな感じで家庭用に移植されたのが有名。そうですね、先に家庭用で出ました。なるほど、結構調整されてなんかキャラのバランスが変わったりみたいな。そうですね、キャラシステムなど調整されました。自分が気になってるんですけど、その2002っていうのはキングオブファイターズシリーズってめちゃくちゃあるじゃないですか。しかもゲームシステムもかなり変わっていってる変遷があると思うんですけど、どういう位置づけなのかなって先に聞いてみたくて。ストーリーがないタイプですね。ストーリーはない。はい。結構ねストーリーがある作品3部作みたいな感じであるんですけど、ない作品なんですね。だいたい3つで完結してって、4年ごとにそのストーリーのない総集編みたいな感じになるんですけど、それの2つ目というか98もストーリーないんです。ゲームシステム的にはどういう感じなんでしょうか？ナンバリングでは99、2000、2001、2002と続いて、99から2001まではストライカーあったんですけど、2002で廃止されました。最近の KF とかにも近いような、その KF の一番根っこの部分のちょっとそうですね、原点回帰に近いところで新しいシステムを入れたものになってますね。ダッシュ、小ジャンプ、中ジャンプと、いわゆるマックス発動。マックス発動とクイック発動が目玉のシステムだと思いますね。新システム引っ提げて、もちろん僕もスタートから始めてまして、当然その毎日何でも毎日やってますよね。何でもやってますね。その時から始まったわけではないんですけども、KF やるってなったら命がけで毎年命がけじゃないですか。格闘ゲームは遊びじゃないっていう。
シリーズでいうともう本当にだって次は15作目15作目そうだと言います。厳密には間にいろいろあったと思うんですけど、ナンバリングの数ではだって KOF 次は15ですもんね。15ですね。はい。15作すごいですね。出てる。15作連続でやるってすごい。確かにずっと、ね、人生みたいなもんですよね。そうですね。キャラクター好きなキャラのなんか魅力的なキャラ多くて、結構そう引き込まれちゃいますね。本当に人気のある長い年月愛されているゲームだと思うんですけれども、昨年プレイステーション版が出たということでプレイヤー人口などはいかがですか？それをきっかけに増えただったり、そういうお話が聞ければと思います。そうですね、人数自体は、そのゲームセンターほぼゲームセンターだけでやられてたので、やっぱりオンライン対応になって普段対戦できなかった人たち、地元にゲームセンターに人がいなくて対戦できなかった人たちもできるようになったってことで人が増えて、あと何より海外とできるようになったんですよね。いいですね。はい。特に台湾が02UM 有名というか流行っていて、台湾のプレイヤーが強くてめちゃくちゃ流行っててめちゃくちゃ強い人たちがいるので、最近では日本対台湾みたいなのもちょこちょこやっぱりやられたりもしてて、プレイヤーの多さといえば、日本海外もういろんなところでめちゃくちゃ多いなっていうのは感じますね。アジアはやっぱり、中国だとやっぱ有名ですよね。キングオブファイターズってやっぱりそうですね。もうなんか国民的ゲームっていう印象で、人数すごい多いらしいですね。そうなんですか？はい、本当に海外のゲームセンター行ったことあるんですけど、その97のゲームが同じお店にその30台とか対戦台セットで並んでて、もうびっくりしました。でもその並んでるところに全員プレイヤーが座ってて、人がそうちゃんとしっかり埋まってるんですよね。で後ろで見てる人もいるっていう。めちゃめちゃ盛り上がってるんですね。そうです。毎日が全国大会みたいな。毎日が全国大会いいっすね。ハッピーですね、それは。昔ゲームセンターで遊んでいて何十年かぶりに再会したみたいなのあるんですかね？プレイヤーですか？はい、プレイヤー。いますね。過去に海外に行って別のゲームで対戦した人がオンラインで入ってきて、違う KOF で久しぶりな人入ってきたみたいなのは結構ありますね。いいですね。そういう再会も楽しめるので。そうですね。そこからやっぱり僕配信とかしてるんですけど、コメントくれて久しぶりにまたつながりが戻ってきたりとか、やっぱちょっとゲームの縁っていうのはかなりいいですね。はい。KOF シリーズ最新作「ザ・キング・オブ・ファイターズ15」がいよいよ2月17日に発売。その待望の新作についてお二人に伺いました。これは楽しみですね。もうリリースされてすぐベータ版触りたいと思ってます。小川選手いかがですか？忖度なしで15をしないと人生の8割が損です。もったいないです。8割ね、命がけですね。命がけですね。これ本当にやってほしいと思いますし、小川選手はこの番組ではサムライスピリッツやグランブルーファンタジーバーサスの回でご来店いただいております。キャップ選手は格ゲー以外もよくプレイされているとのことなんですけれども、キングオブファイターズ以外最近どんなゲームをやっていらっしゃるでしょうか？ジャンルだとアクション、RPG、シミュレーション、シューティング、レースものとか、何でも結構いろいろ手出します。マリオ系とマリオパーティーとかもちょっと最近やったりします。やるんですね。パーティー、カート、ロックマンとか全部ほぼや網羅してますね。無限だぞこれ。でその中でも最近一番やったぞってゲームなんですか？自分もスコアと一緒で生放送とかするんですけど、視聴者と一緒にマリオパーティーとか遊んだりしてます。マリオパーティー。これ結構楽しめますね。空き時間にもよるんですけど、ターン数とか変えたりすればどれぐらい遊ぶかっていうのを決めれますし、はい。なんかほのぼのゲームをなんか意外とでも勝負事ですね。確かに勝負事ですね。マリオパーティーは勝負事なんです。順位つきますので。はい。結構2人付き合い長いんですか？そうですね。多分20年いくかいかないかぐらいかと思います。20年。
ほとんど人生。ただ地元が遠いので、はい、常に絡み続けるわけでもないんですけど、はい、イベントごとでよく会うような。そうですね。まあその初めて会ったのがそこで、大きな大会には絶対にお互いいるみたいな。初めて会ったのっていうのは一体いつのことになるんですかね。まあ02の無印ぐらいだったと思うんですけど。やっぱりじゃあこの2002になるんですね。そうですね。それもまあ全国大会の決勝の日で集まって、そこで初めて顔を合わせてみたいな感じだと思います。覚えてます？昔の全国大会の時にお互いその多分名前ぐらいは知ってたと思うんですけど、スコアの方は多分もうその最初の方から優勝候補として知られてたと思うんですけど、自分そんなにまだ多分勝ててなかったので。そうなんですね。はい、スコア選手は覚えてます？その初対面というか序盤のその出会いの頃っていうのは。そうですね。まあ出会った日に対戦した内容だけは覚えてます。喋ったりはしてないんですけど。対戦内どんな内容が印象に残ってる？僕が詳しく覚えてるのは、僕がアンヘルっていうキャラを使っていて、でそのキャップがクリスを使って僕がめくり続けてたことだけ覚えてます。めくられ続けたこと覚えてる。ちょっと記憶薄い悪い記憶だからなくしちゃったの。いや多分大抵そういうのはマジでめちゃくちゃ勝ってる方かすげえ負けてる方しか覚えてないんですよ。じゃあそれぞれが思うその人に対する印象みたいなのってもう一度伺ってもいいですかね。その喋り方聞いてても分かると思うんですけど、温厚で、KOF だと賢者って言われてるんですよ。賢者KOF 界の上級職じゃん。そうです賢者感あるじゃないですか。確かに実際この通りで、でその KOF のコンボみたいなのも、コンボ職人みたいな言われ方してて、まあその見るものを魅了するっていうか、まあ動画映えも素晴らしいし。なるほど、映えるやつですね。映えるやつですね。まあ多分その応援してる人も多いんじゃないかなっていうのを思います。友達じゃない頃は、あんまり話とかこうしなかったんで、遠くからスコア見てる感じ、なんか不機嫌そうな顔してて話しかけにくいなっていうイメージが最初はあったんですけど、賢者ではないってことですね。で話すようになってきてからは、全然もう180度変わって、すごい気さくなやつで話しやすいなっていう印象があって、ゲームの内容としてはスコアのその攻めのリズムがすごくなんか独特で、一瞬でも油断するとなんか今日ついてくるのがうまいなっていう感じの戦い方しますね。それでは近況をお伺いしていきたいんですが、スコア選手のどら焼きが話題になっていると伺っております。そうですね、その僕のファンというかただただ愛されてる感じなんですけど、気づいたらどら焼きが大量生産されていて、気づいたらどら焼き大量生産どういう経緯で？グラブルでその前のレイジ優勝したデバガメさんが僕のことを好きすぎて、どら焼き、キーホルダー、T シャツとかいろいろ作ってでそのどら焼きに関しては僕の顔がどら焼きに印刷されてるんですけどそれを見て気に入った海外プレイヤーなんかもなんかネタで謎に海外でも流行るっていう。キャップ選手は最近グラブルにハマっているという情報を入手しました。グラブルできた。はい、バレちゃいましたね。グラブルどうですかね。グラブルどれぐらい？1年くらいそろそろ経つんですけど、一応団長やらせてもらって。来た団長だ。何に力を入れてる団なんですか？結構ゆるい団ではあります。ゆるい団であるんですけど、やる気ある人は多いので、はい、そのイベントの時とかはみんなに協力してもらってますね。何をきっかけにグラブルバーサスがきっかけですか？グラブルバーサス、はい。そっちから先入った側ですね。珍しいかもしれない。いやでも自分もそうだったんですよ。グラブルバーサスがあってからグラブルやり始めたんですけど、やばいですよね、あのゲーム。無限に時間を使えるという。そうですね。ちなみに好きなキャラは何ですか？マギサとかルシオとか、そうですね。本家の方、なるほど。ゼタとかが好きです。ゼタはだってバーサス。そうですね、使ってますね。なるほどね。ビルベルビントじゃないみたいですよ。ビルベルビントではない。僕が好きなのはもちろんランスロットですね。ですよね。ランスロットも人気キャラなんでね。まあ4騎士がね、やっぱりちょっとこうグッとくるものがあります。いろいろな一面を伺えてとっても楽しかったんですけれども、そんなお二人が対決するとどんな感じになるのかっていうのを見たくなってきました。ぜひ戦い見せていただいてもよろしいでしょうか？はい、お願いします。よろしくお願いいたします。
KOF シリーズ強豪2人のエキシビションマッチ、キャップ選手 VS スコア選手。それでは意気込みから聞いていきましょう。じゃあまずキャップ選手から意気込みお願いいたします。この試合ちょっと短い時間でしょうけど、いいとこ見せられるように頑張ります。はい、ありがとうございます。なんか賢者っぽいコメントですね。結構強気のコメント言う人も多いからね。スコア選手どうでしょうか。いいところ、キャップのいいところ見せないように頑張りたいと思います。わかりました。頑張ってください。はい、それでは準備して始めてください。楽しみ。3キャラクターを選んでたからチーム戦の戦いになっています。はい。おー、順番が進むごとにパワーゲージ使えるゲージの量が総量が増えていくみたいな感じのシステムですよね。さあ左が、キャップ K ダッシュ強、表クリス、そして 2P が右がスコアです。まずはベニマル先鋒戦 K ダッシュ対ベニマル、このいわゆるダッシュとこの小ジャンプ中ジャンプっていうところで素早い展開が持ち味の KOF タイトル。まずはスコアがいいペース、ここからキャップのめくり、しかしここはガーキャン空中戦が非常に重要です。上にかぶせていく。おっとローバイツからコンボを決めていくのがまずはキャップ、体力追いついてきました。上からおっとしゃがんでいる、小足で相手の首をかして、お相打ち追いついてきた。この空振り、スーパー稲妻キックの空振りをしっかりと差し返して、まずはキャップ序盤はスコアがリードを取っていたんですけれども、キャップの K ダッシュが返してきました。そして中堅にスコア登場したのはキング、女性格闘家のキャラクターなんですよね、竜子の剣の。さあまずは空中吹っ飛ばしカウンターから追撃を決めて、すぐさま減った体力 K ダッシュ、これを倒しきって中堅対決、これその勝った時の体力ゲージがほとんど残るという、なるほど。早く倒すと回復するみたいな、そんな感じのシステムなので、なるべく体力減らされないように倒していくのが重要なんですよね。ここでスコアは中堅に強を出してきました。この KOF の主人公の一人草薙強、カウンターつないでスコアいいペースだ。おっとここでマックスサイズのからローキャンコンボを決めていきます。相当減った。しかしまだまだこのスコアのキング体力ある。返していけるキャップ、あとは牽制するだけ。ベノムストライク飛び道具、下段の隙をつきましたね。これで先にキャップが大将クリスを引っ張り出されました。ただこのキャップのクリスといえば芸術作品、非常に連度が高いことにも知られています。まずはこの中堅対決を制してゲージを貯めていきたいキャップですが、スコアの中堅キングの体力はもうまだ半分、そしてゲージも3本という状況。ジャンプを逃げていくところをしっかり刈り取ったのはキャップ。スコアが攻め込むか。上からおお、うまい、読んでいる。緊急回避に対して中ジャンプ強キック、ただまだ残っているぞ。さあ奥攻め、おわ、ここはとどめを刺したタッチ強パンチ。これで対象対決。ここでスコアが登場させたのはウラ・ロバート。この速い展開の中でもためキャラクターですね。必殺技がためになっています。しかし空中戦体力リードを取っていけるか。中段からゲージ3本、おっと裏にいる。しかしこれはガードしっかりと、しかしまとわりつく追撃。さああとはおお、そのまま削り取ったエキシビションマッチに勝者スコア。それでは対戦を終えての、感想を伺っていきたいと思います。見事勝利を果たしたスコア選手いかがだったでしょうか。キャップとはまあちょこちょこなんかいろんな KOF で対戦してるんで、また次はKOF の15でこんな感じで対戦できたらなと思います、はい、ありがとうございました。そして惜しくもやられてしまったキャップ選手いかがだったでしょうか。コンボミスとかしてしまって、後半に響いた感じだと思いました。そのうち15でリベンジさせていただきたいと思います、ありがとうございました。ありがとうございます。大将戦までもつれ込んだエキシビションマッチ、お二人の考える勝負の分かれ目を伺いました。スコア選手、どんなところがこの勝利の要因になりましたか。まあ僕たち普段オンラインでやってるんですけど、オフでやることがあんまりないんで。確かにそうですね、時期的にもなかなかそうですよね。そうですね、ちょっとまだ馴染んでなかったみたいなところでうまいこと
噛み合ってたかなみたいなゲームの内容とは少し違うところですけど、それはちょっと感じましたね。キャップ選手はいかがですか？どのあたりがポイントになりましたか？向こうにそのペース握られちゃった空対空の負けが多かった。結構キングのジャンプ吹っ飛ばしがそうですね、割といい感じにカウンターしてましたよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。1月8日に行われたストリートファイターリーグプロ JP2021 プレイオフ。リーグ本節2位から5位の4チームがグランドファイナル進出をかけて行われるトーナメントマッチ。ホームアンドアウェー形式で先に5ポイントを獲得したチームが勝ち抜けるルールで激闘を繰り広げました。これはリーチだぞ。まずは本節2位の V6 プラスファブロート G と3位のミルダムビーストが対戦。獲得ポイントを3対3で迎えた2巡目の対象戦でフード選手が時戸選手を破りミルダムビーストが勝利。グランドファイナル進出を決めます。いや本当我慢してアーマーアタック誘いましたよね。プレイオフマッチ2は本節4位のシノビズムゲーミングと5位の魚群が対戦。獲得ポイント2対4で迎えた2巡目の対象戦。チームリーダー同士の対戦は孫選手が勝利。グランドファイナル進出をかけてマッチ1で敗れた V6 プラスファブロート G と対戦するマッチ3に駒を進めます。プレイオフマッチ3は V6 プラスファブロート G と魚群が対戦。富永正宏さんの名前書きつけてきましたね。だいぶ強めのね。出ますね。獲得ポイントを3対3で迎えた2巡目の対象戦はフルセットまでもつれ込むもボンちゃん選手が孫選手を破り本節2位の V6 プラスファブロート G がグランドファイナル進出を決めました。大会の結果本節1位のグッドエイトスクワットの待つグランドファイナルに駒を進めたのはミルダムビーストと V6 プラスファブロート G3 チームで優勝を争うグランドファイナルは1月29日土曜日に開催。果たして王者となるのはどのチームでしょうか。ということで、本日も閉店のお時間となりました。音羽さんいかがだったでしょうか？はい、もうお話はもちろん楽しいんですけれども、KOF がこう直接キャラクターが動いてるところを実際に動かしてるところを私実は初めて拝見したんですよ。マジっすか？はい、なので、見てみるともう絵も綺麗ですし何よりゲームスピードが速くて、見ている私はすごい爽快感を感じることができたので触ってみたいなって思いました。よかった。はい、ありがとうございます。まずはキャップ選手いかがだったでしょうか？この場に呼んでいただいてまずはありがとうございました。ありがとうございます。面白い話がたくさんできました。対戦はちょっと負けちゃいましたけど、そのうちまた15とかで出会えたなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、スコア選手いかがだったでしょうか？今日は読んでいただいてありがとうございます。KOF 関係でいっぱい話せることができてかなり楽しかったです。KOF の15が出ても命がけでやっていこうと思うので今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、今夜の各駅スタメ順お客様は、キャップ選手とスコア選手でした。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回スーパーストリートファイター 2X を特集。小高商店選手とサソリ選手がご来店。お楽しみに。